ばい。こんにちは、はみ肉チャンネルです。しらせ南極探検隊記念館から南下してきました。今日はここで就寝。しかしひどい風です。物産館、セレクトショップ、産直などがこれでもかと詰まっており、秋田のものなら何でも揃いそう。ここに来れば大抵のお土産は手に入りそうです。何種類なんだ。いぶりなんとか。4階の展望フロアからは日本海と街並みを見渡せますが、今日はこの天気。九十九島と読むそうです。鳥海山の大崩落によってできた稀有な地形。せっかくなので海を見に海岸へ行ってみました。うわ寒い。うわダメだ。鳥海の湯の泉質は含要素ナトリウム塩化物強塩泉、塩分を多く含んでいるため保温効果が高いそう。なんといっても最大の魅力は日本海の大パノラマを眺めながら入浴できることです。雪の棒茶、これが芳醇で美味しかった。乾杯。ね、美味しいでしょ。あばい、うまい。外は真冬の寒さですが、車内は FF ヒーターでポカポカ。床に穴を開けられず窓から配管を出してます。軽油の使用は毎晩3リットルほどです。うそ。うわ綺麗な真っ白。夜中に起きると薄く雪が積もって辺り一面真っ白になってました。へのへのもへじも泣いてるようですね。日本海沿いに南下していくと温泉宿の廃墟らしきものがいくつか出てきました。現在では酒田屋旅館という一軒宿が営業しているのみのようですが、酒田屋旅館さんも電話しても応答がなく通過するだけになってしまいました。さらに南下すると鳥海温泉があります。茶褐色の塩化物泉です。源泉は西浜源泉と鳥海源泉の2つ。体が芯から温まることで知られています。しかしここも今日は休館日。残念ですが南下して酒田に向かいます。こっちもかな。こっちもそうだと思うんだけど。酒田市に入る一歩手前、ニシン漁で財を成した青山市の邸宅が開放されていました。青山家は明治初期から北海道のニシン漁で財を成し、省内でも有数の富豪に数えられました。莫大な費用をかけ明治23年に完成した本邸は今もなおその威容を誇っています。受付の女性が説明やいろいろと世話をしてくれます。とっても親切。梨材ってね、梨って強いです。留吉は単身で北海道に渡り、明治期の積丹半島を中心に漁場を次々に拡大。漁場15カ島余り、漁船130隻、使用人300人余りを要する道内有数の漁業家となり、故郷の遊佐町に建てた豪邸で余生をここで過ごしたそうです。上庭。枯山水回遊式庭園。内部は書院造りを基調としており、床の間には紫檀、黒檀、多賀屋さん、杉、柘植といったさまざまな名木が用いられています。
左官、建具、瓦、石工など総勢50数名もの職人たちがそれぞれの技を競い合い、約6年半もの歳月をかけて完成させました。日本建築が本当に綺麗、とにかく見応えのある展示でした。この方が青山留吉さんです。もののけ姫に出てくるよね、こういう人。小樽の青山家邸宅は日進御殿として有名で、ゴールデンカムイにも登場するそうです。うわぁ、これだもんな。晩ご飯の食材を求めて市場にやってきましたが、何やらざわざわして物々しい雰囲気。そう聞くとなんか見てたくなるけど。面白いやつね。うん。テレビカメラがこんなにいるのはびっくりだね。一体何が始まるのかと見ていると、年末から普通になっていた船がやっと行き来できたらしいです。なんと23日ぶり。島の物資も枯渇しかけていたそう。ご苦労様でした。島の生活ってこういうことがあるんですね。いや、テレビの取材初めて見ました。市場では新鮮な魚介の販売と海鮮丼などが食せるレストランが立ち並んでいました。我々は金目鯛の刺身を購入。夜が楽しみです。白子好きな人は考えないよね、人が。そんなに話題だったんだろうね、きっとね。三居倉庫は1893年に酒田米国取引所の付属倉庫として建設されました。全部で12棟の米蔵が立ち並び、建設から100年以上経った今も現役の農業倉庫として使われています。建設当時は北前船で運ばれてきた米の積み出しや貯蔵の拠点として重要な役割を担っていました。最盛期には全国の米の約1割がここに集積されたと言われています。このマシンで使ってたんだね。新時代。ここは倉庫の佇まいが素晴らしく美しい。すごいなぁ。樹齢150年以上の欅並木が約40本立ち並んでいます。欅並木は四季折々で美しい景観を作り出し、観光客にも人気のスポットですが、その背景には倉庫を守るための先人たちの知恵と工夫が詰まっています。ここも土砂降りの雨。今回の旅はとにかく雨にたたられています。やっぱ中入れないんだね。大体狭い道入ってるよね。辰ヶ湯温泉は1806年に土淵村に住んでいた達さんが山で作業中に発見したと言われる古湯。その歴史は200年以上にも及び、昔から湯治や療養に訪れる人々で賑わっていたそうです。なんか待っててね。現在一軒宿として営業中。ひっそりとした佇まいが魅力で、古い歴史を感じさせる風情のある建物です。初か湯。酒田市内から車で20分。自動車同士すれ違えないほど細い道の先に辰ヶ湯温泉があります。旅館というより古民家の家庭っぽい雰囲気があって、なんだか不思議に落ち着きます。潰し火なの？まっすぐ行って小さめの階段を登ってすぐ左を向くと、そこに浴室があります。すぐ近く。じゃあそこにいるしかないの？じゃあね。
お湯は岩硫黄ナトリウム塩化物冷光泉または硫黄泉とされています。ほんのりと硫黄の香りがする透明なお湯で、肌触りが優しくしっとりした湯上がりを感じられます。冷えた体に染みてくる温泉の熱が徐々に体の力を抜いていきます。凍えた体には優しい泉質の温泉がとってもありがたく感じられました。おかみさんが手作りしたという吊るしびな。なんかにぎやかみたいな。でうち馬もいるから馬もさ取って入れてある。酒田市は笠福という日本三大吊るし飾りの一つが伝わる地域。普通持てないから、夜だけだったからあー1ヶ月かかります。でも1ヶ月で静岡県東伊豆町のひなの吊るし飾り、福岡県柳川市の下げ門と並び、笠福は日本三大吊るし飾りとして知られています。そうかも。御殿曲げてほら、まあ、中に尻尾入ってるんですけど素朴で綺麗ですね。わあ、雨降ってる。すごいね。なんか毎日1回はいい感じのお風呂に入れる。何年か前の夏に訪れたことがある羽黒山。前回は猛暑でヘロヘロになりながらの登山でしたが、五重塔は修復中で拝むことができませんでした。今回はリベンジでこの冬の時期にやってきました。階段は凍結していることがほとんどですので、ストックや長靴などの軽装備が不可欠です。近くの入羽文化記念館で無料で貸し出しをしています。大丈夫でもないな。大丈夫そうでもないな。階段じゃねえもんな。階段は雪で埋まり、滑り台のようになっている箇所もありますが、適切な装備を揃えれば大丈夫。慎重に進むこと約15分、念願の五重塔が見えてきます。おお、すごい。おお。ねえ、やっと見れた。はあ、いや、東北地方では最古の塔、平将門が建築したと伝えられています。綺麗だな。高さは29メートルあり、こけら葺きの白木造りが特徴で、昭和41年に国宝に指定されました。新庄市の方向に車を走らせている時に偶然見かけた地蔵の湯の看板。
早速寄ってみることに。田舎の山間に立つ小さな一軒宿。ひなびた宿を想像していたんですが、平成16年に建て替えをしたそうで、とても綺麗な宿です。開湯は千数百年前とも伝えられ、長い歴史を持つ温泉。すいません。地蔵権現山と呼ばれる沢が湧き出る場所に位置することから地蔵の湯と呼ばれています。現在の湯の沢温泉地蔵の湯の旅館は今から約130年前に開湯。泉質はナトリウム塩化物温泉であり、加水はせず源泉 100% かけ流しで楽しめます。源泉温度は8度の冷光泉であるため適温まで加温されていますが、肌触りはツルツルぬるぬるで素晴らしいと評判です。最高の人だったんだ。夏にはホタルが飛び交うほど水がきれいな自然豊かな場所だそうです。なんで地蔵の湯っていうの？確かに広いね。昭和9年に産子試験場として開設された施設、国登録有形文化財となった建物をリノベーションしてさまざまな用途で活用している道の駅。恐ろしく広くてトイレがどこなのかも分かりません。ちだよ、きっとね。NHK の連ドラを見ながら今日の朝歌を味わいます。日本酒と金目鯛の刺身は相性抜群。塩これ食ったことないな。その土地のものをいただいて旅するのって本当に楽しいですね。毎日飲みすぎますけど。たかしくんとはあれっきり？道の駅の近くに朝8時から営業している温泉がありました。泊まれるんだね、きっと。ボランティア募集中。特典365日温泉ぶり。人気はありませんが営業しているようです。以前は大宇金沢温泉という名前だったそう。2017年に閉鎖され再開したようです。無人化されたんでしょうか。無料のトレーニング機器いろいろあります。すごいね。整備は整っていますが、ここまで誰にもお会いできません。ああ、いいよいいよ。お湯は無色透明で澄んでます。ナトリウム塩化物硫酸塩泉 pH8.5 という表記。これはこれでありですね。一人でゆっくりとお湯を楽しみました。鮎で有名な清流最上小国川を見下ろす小高い丘に立つ船形若鮎温泉。でけえ。あゆすげえ。開放的な露天風呂からは月山葉山までもが一望でき、美肌の湯として愛されています。さまざまなタイプから選べる13棟のコテージや炊事設備付きのキャンプ場、テニスコート、子ども向け遊戯施設もあり、家族連れから年配の方まで幅広く利用されています。温泉はちょっとグリーンがかった琥珀色の塩化物泉。温泉感があります。ぬる湯が40度、熱湯が43度、露天風呂はその中間の42度ぐらいで好きな温度の温泉が楽しめます。ちょっとだけ石油系の香りもしてよかった。この眺望はすごいよ。この辺りは清流小国川で育った松原鮎が有名。町中鮎だらけでした。まさか議員さんまで名前が鮎子とはびっくりです。
まであゆが出てないもん。美肌効果のある強アルカリ性の単純硫黄泉でお肌がとてもツルツルになると評判の温泉。国道13号から入るとすぐに細い山道、500メートルほど進んだところ、急に宿が現れます。いきなりあるな。目的地に到着しました。開湯は文政2年と言われており、宿の創業者の枕元に金毘羅様が立ち、源泉の場所を示したという伝説が残っています。母屋は明治8年創業のかやぶき屋根の建築で、築150年とのことですが、この雪でよく見えません。内装はモダンで古さを感じさせるものではなく、しかも落ち着く感じ。すいません。早速お風呂いただきます。うっすらで濁りがあり、小さな白い湯の花もぬるぬるでトロントロンの柔らかで優しいお湯でした。ぬるめでゆっくり温まる湯、蛇口からも温泉が出てきます。源泉は20度なので加温はしているが加水はなし。敷地内の裏庭から自然湧出しているそうです。よく温まりました。よかった。気になるものがいっぱい置いてあります。有名な旅行雑誌にも紹介されているよう。温泉水 100% の化粧水が発売されてます。すごいですね。ここの美肌効果。口コミではご飯も美味しそう。リピーターが多いいい宿のようです。山形県で長年愛されている蕎麦屋さんで、名物の冷たい肉そばが有名。ケンジとあかりさんのチャンネルで見て訪問して以来大好きになってしまいました。お、どっちか。そうだよな。この近辺を通るたびに毎回訪れます。大抵は大行列ですが、今日はラッキーですね。今回初めてソースカツ丼を頼んでみました。懐かしいソースの味がとっても美味しかった。冷やし肉そばは安定の美味しさ。もしも近くに来たらチャレンジしてみてください。はい、お願いします。あれ？観光バスだもんな。せっかく近くなので銀山温泉の夜景でも見に行こうとやってきましたが、バスにも乗れない大混雑。徒歩で行けるところには駐車場がないそうです。銀山温泉は宿泊で来ないと楽しめないようですね。